人の心の中には10の世界があるって知ってる？ 10の世界？天国と地獄みたいな？そうでもね、それはどこかと多い場所じゃない。怒りに支配されるときは修羅、人を思いやるときは菩薩。全部で10の世界があるんだって。こんなに？俺の心の中にも地獄や仏の世界があるってことだよね。地獄も仏もすべては今の心に現れる世界なんだよ。苦しみにとらわれた地獄界、欲にとらわれたが機械、本能に流される畜生界、争いに燃える修羅界、日常の人界、喜びに満ちた天界、学びで気づく正門界、自然から悟る円覚界、他者のために尽くす菩薩界、10の世界、そのすべてを照らす仏界。これらは法華経に説かれたものなの。そうで、だいぶ古くからあったんだね。一回ずつ一緒に見ていきましょう。まずは地獄界。うわ、何か怖いとこだな。よく漫画や映画とかで地獄に落ちろっていうセリフがあるね。鬼がいたり閻魔大王がいて、死んだ人の生前の行いを審判したりして、その人にあった地獄に行かせられたりしてさ。閻魔大王は自分の行いは自分に返る。その因果の法則を分かりやすく擬人化した清浄仏教の表現です。実際は死んだら行くどこか遠いところではなく、借金で八方塞がりになってしまったり、紛争地帯で飢餓や家族を失ったりするのもまさに地獄でしょう。次は餓鬼界。うわ、昔の漫画とかで子供のことを餓鬼と呼んだりするよね。強い欲望にとらわれ満たされない苦しみの世界です。餓鬼界はどれだけ食べても喉が渇いても満たされない世界であり、食べ物だけでなく物、お金を際限なく求めたり、他人の姿に妬んだりする心と言えるでしょう。次は畜生界。うわぁ、動物？畜生界は本能や感情のままに生きる世界です。損か得かでしか物事を考えられなかったり、バリバリ会社のためにはたらく、社畜なんて言葉もあるね。どちらかというと動物のような弱肉強食で、強い者にはへつらい、弱い者には威張ったりいじめたりする生命のことを言います。修羅界です。ひゃー、なんか激しい。あ、これはお寺で見たことあるよ。有名なアシュラ像よね。シュラとはもともと古代インドの戦いの神様のこと。いつも争いをやめられず勝つことにこだわる存在です。私たちの心の中にもこの修羅のような状態があります。他の人より上に立ちたい、認められたい、負けたくない、そんな思いが強くなると、知らず知らず心が乱れて人との関係もぎくしゃくしてしまいます。人界です。あ、なんか人間らしい穏やかな雰囲気になったね。人界は喜びも悲しみもどちらも感じられる世界。思いやりもあれば迷いや苦しみもある。とても現実的で人間らしい心の世界です。1から4までは環境に振り回される感じでしたが、人界では感情に流されすぎず考えて選ぶという自由が与えられています。だからこそ良いことにも悪いことにも向かえる。その分かれ道に立てるのが人界の特徴ですが、根本となる心、哲学がないとあっという間に1から4の階に転じてしまうのです。次は天界です。わあ、すごい。って天国？天界は欲しいものが手に入り心が満たされているように感じる世界です。例えば褒められた時、願いが叶った時、嬉しい、幸せだなって思う瞬間、それが天界の心です。天にも昇る気持ち、有頂天って言葉もあるね。でも天界の幸せは長くは続きません。周囲の環境によって気分が落ち込んだり1から5の世界に戻ったりするのです。この6つの世界を六道と呼び、人は一生また一瞬のうちにもこの六道を行き来していると説かれています。これを六道輪廻と言います。終わりのない迷いの循環を繰り返すのはなぜでしょうか。それは貪嗔痴による三毒が原因です。三毒とは、貪とは貪り、欲望、もっと欲しい、自分だけ得したいと求め続ける心です。嗔とは怒り、憎しみ、許せない、あいつが悪いと怒る心です。痴とは無知、迷い、正しい道を知らず誤ったものを本当と思い込む心です。
六道と三毒の関係。三毒のいずれかあるいは複数が心を支配すると、その瞬間に六道のいずれかに落ちると説かれています。日蓮大聖人はこの六道を越えて至正界に向かうことこそ悟り、成仏への道であると説かれました。正門会です。落ち着いた雰囲気だね。正門会は仏の教え、つまり真理の声を聞いて初めて心が動き出す世界です。これまで外にばかり原因を求めていた人が、幸せも苦しみも自分の心の中にあるんだと気づき始める。仏法の真理を聞いて素直に目覚めようとする心そのものを意味し、仏の教えを耳で聞くだけではなく、自分の心で聞くことが大切なのです。円覚会です。わあ、なんか壮大だね。円覚会とは、物事のつながりや原因と結果に気づき、その中に深い意味を見出す世界です。大自然を見ていて、その美しさ、神秘的なものを感じて胸を打たれた経験はありませんか？壮大な大自然、大宇宙の姿を見て、すべては因縁で生まれ、因縁で滅すると悟る、そんな静かな目覚めの境地が円覚会です。仏法を学ぶ人でなくても、宇宙の法則を見出した科学者や人の心を深く動かす音楽家、芸術家も実は円覚の心に生きているのかもしれませんね。正門会と円覚会は仏界に近いし、宇宙の真理の一部を悟ってるから、他のより到達が早そうだね。正門と円覚の2つは二乗と呼ばれるんだけど、その悟りはまだ自分一人の下脱にとどまってしまうんです。実は二乗は他の六道よりも成仏できないと説かれたこともありました。正門や円覚のように真理を悟った人でも、その悟りに安心してしまうと、もう自分は分かっているという気持ちにとらわれて、かえって心が閉じてしまうことがあります。その自分の考えへ固執すると、他の人の苦しみや気持ちに寄り添うことが難しくなり、かえって成仏を遠ざけてしまうこともあるんですね。なるほど、気をつけなきゃだね。菩薩会です。菩薩、なんか観音菩薩とか聞いたことあるよ。それぞれのお仏像さんがお寺に祀られたりしてるよね。代表的な観音文殊普賢の菩薩たちは、仏法の核心を分かりやすく人間の姿に置き換え、仏の心の働きを表す存在なんです。菩薩とは悟りを求める心、愚道と人を救おうとする心、自他、その両方を持つ人のこと。それは私たち一人一人の中にも潜んでいる光なんです。人類みんなにあるんだね。忙しい日常の中でも、ちょっとした思いやりの行動が誰かの心を温めます。菩薩とは特別な人ではありません。仲間を信じ支え合う、その姿こそ人を救おうとする心です。つまり菩薩会とは、仏界という最高の境外を求め、仏道修行の途上で得た利益を他者にも分かち与えていく世界です。仏界です。いよいよラストだね。仏界とは、苦しみも喜びも全てをありのままに受け止めながら、どんな状況の中にも希望を見出す境地です。それは特別な人だけがたどり着く場所ではなく、私たち一人一人の心の中にももともと仏の生命が備わっていると説かれています。どんな苦しみの中にもそこから目覚めていける力がある。それを仏法では煩悩即菩提、つまり苦しみの中にこそ悟りの種があると説きます。仏とは宇宙と生命根源の方である妙法に目覚めた人のことです。インドの釈尊は正法時代の仏であり、今は末法のため釈尊仏法はもはや力がありません。末法の仏とは日蓮大聖人であり、一切主上の成仏のため法華経の経典の妙法蓮華経が宇宙生命根源の仏の名前であることを明かされ、南無妙法蓮華経と唱えていくことを勧められました。つまり私たちは南妙法蓮華経の意味がわからなくても、授業受けたにわたる唱題をしていけば、自分の生命に仏の生命を表していくことができるのです。怒りも迷いも悲しみさえもありのまま唱題していくとき、光に変えることができる。九界、すなわち仏界、私たちが日々生きるすべての心の中に仏の生命が息づいていくことになるのです。妙法がなければ、煩悩は私たちを苦しめ悩みに陥れる悪いものでしたが、煩悩という焚き木があるからこそ
仏の生命を表していくことができるという法理であり、四正は愚か、六道すべてを排除しない、これが九界即仏界という法理です。環境に振り回され、苦しみの連鎖から逃れられないところを、大聖人の南妙法蓮華経の章題で、悩み苦しみに縛られない、むしろ主体的に問題に取り組み、解決していけるようになると言えるでしょう。